5月14日、セレブラスがナスダックに上場しました。初値は IPO 価格から 89% 高、今年最大級の IPO です。もしこの企業が成功すれば、NVIDIA 一強の崩壊が始まります。武器はウェハ丸ごと1枚を1チップにする狂気の設計です。トランジスタ数は4兆個、NVIDIA H100 の約50倍に達します。本動画ではこの企業を5分で解き明かしていきます。セレブラスシステムズは2016年、シリコンバレーで設立されました。創業者はアンドリュー・フェルドマン。半導体業界の連続起業家です。前職の C マイクロを AMD に 3.34 億ドルで売却した経歴を持ちます。創業の発想は単純でした。チップを切らず、ウェハ全部使う。通常は1枚のウェハから数百個のチップを切り出します。セレブラスは切らずに、ウェハ全体を一つの巨大チップにする。2019年発表の WSE1 は世界初のウェハスケールチップでした。サイズは 46,225 平方ミリ。トランプ大の超巨大チップです。2021年に WSE2、2024年に WSE3 と世代交代を続けています。製造は TSMC の5ナノメートルプロセス、台湾の最先端工場が支えます。資金調達は累計約7億ドル、ユニコーン入りも早期に達成。そして2025年5月、ついにナスダック上場へと至りました。ここからは現在の業績を見ていきます。2024年売上は約 1.36 億ドル。前年比で約 70% 増の急成長です。ただし営業損失は約 1.27 億ドル。赤字経営は続いています。売上の約 87% は UAE の企業 G42、極端な顧客集中が課題です。G42 はアブダビ拠点の AI 企業、中東マネーが下支えする構図。主力製品 WSE3 の価格は1台あたり数百万ドル規模とされます。推論速度は GPT 系モデルで毎秒約1800トークンを記録。これは NVIDIA H100 比で約20倍の推論速度とされています。上場後の時価総額は約80億ドル。AI 半導体進行の中で最大級。ただし NVIDIA の時価総額3兆ドルと比べると規模は 0.3% 以下。成長率と顧客集中、両面のリスクを抱えての船出です。次に業界での立ち位置を見ていきましょう。最大顧客は UAE の G42、推論クラウドコンドールギャラクシーを共同構築。メタ、アストラゼネカ、名誉クリニックも顧客に名を連ねます。米国立研究所での創薬、素材シミュレーションでも採用済み。最大の競合は当然、AI 半導体市場の9割超を握る NVIDIA、他にも AMD、グロック、サンバノバ、テンスとオレントがひしめきます。差別化は明快。学習よりも推論の速度に振り切った設計です。GPU クラスタ最大の弱点はチップ間通信の遅延と電力消費。ウェハスケールなら全コアが1枚の上。通信遅延がほぼゼロ。ただし CUDA という巨大な開発資産で NVIDIA は圧倒的に強い。セレブラスはハード性能で殴り、ソフト資産差を埋める戦略。もし G42 との契約が止まれば、売上の大半が消える脆さもある。ここからは今後の見通しを整理していきます。AI 半導体市場は2030年に約5000億ドル規模と予測されます。特に推論市場は学習を超え、コスト勝負の段階に入ります。ここでセレブラスの推論特化アーキテクチャが効いてきます。IPO 調達資金は WSE4 開発とデータセンター拡張に充当予定。自社推論クラウドの売上比率を引き上げ、顧客分散を狙います。リスクは3つ。顧客集中、CUDA 経済圏、そして NVIDIA 次世代品。NVIDIA ブラックウェル世代が推論速度差を縮めれば優位は揺らぐ。また G42 は米政府の輸出規制対象でもあり地政学リスクも残る。それでも初日株価 68% 高は市場の期待値の高さの表れ。NVIDIA 一強構造、揺らぐ前兆と見るか、一時の熱狂と見るか。答えは今後数年の推論市場の勝者が教えてくれるでしょう。毎日12時、日本と世界のテックインフラ企業を深掘りしています。面白かったらいいねとチャンネル登録をお願いします。サブストレート、また明日。